はい、こんにちは、K でございます。今回は多くの新人パティシエが苦戦するであろう、アングレーズソースの作り方をちょっと解説していこうと思います。材料もね、卵、牛乳、グラニュー糖だけなんで、家でも簡単に練習できるので、ぜひこの動画見て実践していただけると嬉しいです。これからもこんな動画を見たいと思った人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは作っていきましょう。レシピの方は概要欄の方に載せてます。それではまず卵3つを、卵黄と卵白に分けていきます。もう卵白は使わないんで他のお菓子に使ったり料理に使ったりしてください。もうアングレーズは僕も非常に苦戦しましたね。新入社員の時にめちゃめちゃ失敗して卵焼き作ったことあるんで、皆さんもそうならないように自分の中で見極めをしっかり作っておいて綺麗なアングレーズソースを作っていきましょう。はい、計量できました。まずグラニュー糖を鍋に入れた牛乳と卵黄に半分ずつ入れていきます。では牛乳を火にかけていきます。なんで牛乳にグラニュー糖を入れるのかっていうと、ざっくり言うと焦がしにくくするためですね。実際仕事でずっと鍋につきっきりなのは非常に効率悪いんで、できるだけね、火にかけっぱでそのまま放置できるような環境にしたいからグラニュー糖を入れるわけですね。では次、卵黄の方を混ぜていきます。これは別に一生懸命泡立てなくて大丈夫です。ざっくり混ぜ合わされば大丈夫です。はい、こんな感じですかね。はい、牛乳がある程度沸いてきたら、先ほどの卵黄に、少しずつ加えて混ぜていきます。はい、少しずつね、入れて混ぜていきましょう。はい、こんなんで OK です。で、混ぜ終わったら先ほどの鍋にもう一度全て戻します。時にこのシャバシャバ具合の硬さを覚えておいてください。このゴムベラで作ってサラサラシャバシャバの状態です。で、ちょっと火にかけます。で、だいたい弱火と中火の間ぐらいですかね、火力的には。で、ゴムベラを少しずつ動かしながら混ぜていきます。8の字型に。で、たまには角度を変えてあげて、できるだけゴムベラを鍋の全体を当てるように意識して混ぜていきます。で、この時最初と比べてだいぶ濃度がついてきたの分かりますかね。結構とろみがついてきた状態です、これが。で、この時にもし家に温度計があれば失敗する確率がぐっと下がります。ゴムベラを動かす時のソースの重さとか濃度とかを目視で判断するのがほとんどなんですけど、やはり温度を測るのが一番です。ちなみに目安の温度は80度。この炊いてる温度が80度になったら揚げるのがいいでしょう。これは少量で仕込んでるから80度ぴったしで揚げても全く問題ないんですけど、仕事とかでね、10リットルとか20リットルとかをもう大量のアングレーズソースを一気に仕込む時とかは余熱とかでどんどん火が入ってくるんですよ。なんで気持ち低めの温度で揚げるのがいいですね。75度らへんで揚げるのがベストだと思います。こんな感じで、ソースにとろみがついてきてゴムベラの方にある程度ソースがひっついている状態になったら OK です。本当は氷水で粗熱取ってから冷蔵庫入れた方がいいんですけど、氷ないんでそのままタッパー入れて冷蔵庫入れちゃいます。他の人は真似しないでね。で、ちょっとシャバシャバなんじゃないのって思うかもしれないですけど、冷蔵庫で休ませたらソースがキュッと締まってとろみがついてくれるので、この状態で大丈夫です。はい、これが冷えた状態で完成形です。しっかりと濃度がつきましたね。これさえできるようになればソースに使えたり、いろんなムースのベースなどにも使えるのでお菓子作りの幅がぐっと広がると思います。これからもこんな感じの動画が見たいなと思った人はぜひともチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。